皆さんこんにちは、あさきです。11月13日木曜日、もうすぐ2時半になりますね。よろしくお願いします。ライブ配信やっていきたいと思います。では片付けます。そうだ。これ同じ1なんですけれども、11なんですけど、片方はね、お花をちょっと少なめにして、12とか13とか、そうした場合でね、これを2つやっちゃうとなんか重くなるかなっていうことで、こういうシンプルなバージョンもあります。これでね、2つ違うんですけどね。これは残ったの使ってるので色がめちゃくちゃになってますけど、ということでこれ片付けていきます。はい、それではインストラクター展覧会終わりました。作品も戻ってきましたので、どんなものを作ったか、こちらですね。こちらを作ったんですけど、では実物の作品を初公開させていただきたいと思います。私の認識不足で、チーフリーダーさんの、ブログで作品をね紹介されてたので、作品展が終わってからの画像の公開はいいみたいなので、いきますよ。こんな感じです。じゃじゃーん。こんな感じに仕上がりました。どうですか？こんな感じ。似てる？このね、ストライプのお花がうまく表現できたでしょうか？ね、こんな感じ。今日はね、少し画角を広めに撮ってるので、一応全体はなんとか入るかなっていう感じですね。はい。このバーベナは、これバーベナなんですけど、去年もね、作ったんです。これ写真になりますけど、去年も、違う種類のね、バーベナを作って、だいたいこう、つぼみの部分とか葉っぱとかがねもうできていたので、花びらだけを変えるような形で作ったので、この花びらが完成した時にはもうこのバービーが完成したななんていう感じで、それでね少しホッとしたところです。どうでしょうか？このねストライプが本当にびっくりしちゃって、作ってみたいなと思ってなんとか完成できて、花びらができた段階でできたっていう感じがしたんですけど、はい。それからこれがコリウスですね。コリウスに関しては、こんな感じ。本物はこんな感じで、こういう風に表現したのと、あとこっちの方はね、ちょっとミックスにさせてみて、反対にしようか。こんな感じでね、仕上げてみました。こっちの表現の仕方とこちらの表現の仕方と少し違うんですけど、これはね、新しく初めて作る感じで作ってみました。それから、あとこれですね、アゲラタム。これに関しては色がね、ちょっとなくて、ちょっと違うよね。もう少し明るい紫にしたかったけど、本当に色がなくて、もちろんね、コピックなんかもね、何本か買ってどうかなって検討はしたんで、やっぱり色が、なんとかもう少し明るくしたかったかな。こっちもね、もう少し明るくしたかったかな。いろいろありますけど、こんな感じに仕上げましたね。色が本当にね、難しいですね。紙の色を使うので、その紙がないとできない。ちょっと今ないかな。そんな感じで、配色に関しても色を選ぶ時にもやっぱりいろいろ探すし、もちろん薄い色に少し色を重ねて濃くするっていうこともしますし、そんな感じですけど、今日はなんとか、作品できてほっとして、作品展が終わってほっとして、インストラクター展ですね、展覧会ですね、展覧会があってほっとして、さて次にまた何があるかというと、グループ展ですね。名古屋で行っているグループ展もあります。そちらもちょっと紹介させていただきます。はい、こちらは DM です。グーム展。第38回グーム展になります。はい、こちらちょっと名前隠しますね。グーム展、
11月18日火曜日、来週になります。火曜日から23日日曜日まで、名古屋市民ギャラリー栄7階第5室ですね。今までずっと博物館でやっていたんですけど、博物館が修繕工事に入ったということで、市民ギャラリーになってから、やっぱり出かけるのにスタッフというかね、出してる人たちもやっぱり栄の方が足がいいというのかな、行きやすいということで、もうしばらくこの市民ギャラリーになるんじゃないかなと思います。こちらは、私また去年のねクイリング展覧会の作品を送りましたので、さっきね送って届きましたよって連絡がありました。それはどこにあるかな。去年のこれですね。はい。去年作ったのを展示しております。こちらの方をねこれ1点、クイリングの作品は1点だけですのでね、わざわざ遠くから出かけるのは大変だと思うので、お近くの方はねちょっと気に留めていてくださったら見に行ってみてください。実物見るとやっぱりなんていうのかな、立体感がねどうしても画像とかではねなかなか伝わらないかなと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、あともう一つ、クイリング、そうだ、クイリングじゃないね。さっきDM 他の方が書いたんですけど、昔のね私のグーム展の時に書いた、私が担当した時のイラストです。こんな感じに描きました。あとこれはねバラですね。27年のグーム展の時は私が担当でした。持ち回りでねこんな絵を描いたりもしてました。はい。ではさて今日は何をやっていくかというと、まだね少し時間ありますのでね、これちっちゃなバラなんですけど、今ねちょっと色紙を飾るパーツを頼まれていまして、どういったかな、ウェディングの関係の色紙なのでね、なんか華やかにちょっと色紙をしたいということで、やっぱりねでかすぎるのかな、これ5ミリで切ったやつ使っちゃうと子供っぽくでかすぎちゃうので、それでねこっちのお花にしたんです。これですね。これが普通のバラのサイズなんですけど、ちょっとね小さめに作りますよ。ちょっとお上品になるかなって思うけれども、小さいと作りにくい5ミリじゃなくて、これはね4ミリで作ります。はい、4ミリで作りますよ。4ミリ。それから葉っぱの方は本当はバラって2枚の葉っぱじゃないんですけど、ちょっとねイラストのようにちょっとつけるっていう時には2枚でもいいのかなっていうことで、これ差し込むのがねいくつかやってはみたんですけど、これは3ミリかな。3ミリだとやっぱりぶつかっちゃうのね、花びらのところの下にね。だから1.5ミリ1.5ミリで作ります。この2つで、これはねデザインペーパーですね。今までも使っていたデザインペーパーで可愛いバラができたので、これを少しだけやって終わりにしようかなって思います。バラいきましょう。バラは何でもお祝い事でもね飾れるので、よくこれからも出てくると思います。3センチ。こっちはね曲がりにくい方向で切りました。デザインペーパーはすごく抜けやすいので、スッて抜けちゃうので失敗するかもしれない。やっぱり色画用紙とかの方がね作りやすいと思います。少し気をつけて巻くのをしっかり、ここがピュッて抜けちゃうともう後でいつもより遠いから上げてやらないとね。だからねこのペーパーは初心者さんには向かないです。やりにくいです。
慣れた方がねやる分にはいいですけど、初心者さんはね色画用紙を使って作ってくださいね。とってもやりにくいですから。つるんとね抜けちゃうので、今私すごく気をつけながら慎重に慎重に、それでも抜けちゃうかもしれない。慎重にやってますよ。なんで4ミリにしたかというと、やっぱり高さがねあんまり出ない方がいいかなっていうことで、フレームとかをね飾る時にはある程度高さもあっていいかなと思うんですけど、まあちょっと下の方にしてますけど、この辺から五角形を意識してやろうかな。ここの幅とここの幅が同じようになるようにちょっと意識します。見にくいね。もうちょっと近くがいい。いいかな。これはちょっと短くなった。でここはね後で切ってしまうので、ここが後で切ればいいので、ここはもうそのまま巻いちゃいます。で少し強めに巻いておいて外します。引っかかりました。こんな感じでね、ソフトクリームみたいにちょっと中心が上がってますけど、このぐらいしっかり回ってた方が後で加減がしやすいかなと思う。でね、少し緩めてあげます。強制的に緩めちゃうんですね。くるくるくるっと。中心を緩めないように、中心が開いちゃうとね間が抜けたようになっちゃうので、中心は挟んで持ってくるくるっとする感じ。こんなことしてる人いるのかな。私だけかもしれない。わかんない。他の人どうしてるかな。でここの長さをね、ここが長すぎるので斜めに切ります。このぐらいかな。このぐらいかな。このぐらいですかね。これであら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 。同じバラ作ってるじゃないって思うかもしれませんが、これは4ミリなのでやりにくいですよ。4ミリです。幅がね、紙の幅が4ミリ。長さはトレーシングペーパーじゃなくてデザインペーパー、折り紙みたいなサイズなので15センチですね。15センチを曲がりにくい方向で切ったので、はい、こんな感じで見える？綺麗にできました。はい、これいくつかね作って、で今度は1.5 ミリ1.5 ミリなのでかなり小さいです。色紙に何人かが書いたその隙間を埋めるので、そもそもねあまりスペースがないところにちょっと気持ちお花を散らしたい、お花お花じゃなくてもよかったんですよ別になんですけど、まあクイリングのねものを散らして、それからメインになるものを少し作ってっていうのなんですけど、散らすお花ですね。散らすお花なんですけど、あんまりこうポコンと急に立体的に出てくるとおかしいなということで、ここのね高さが低いものを作った方がいいかなっていうことで、ちょっと控えめなバラを作るということで4ミリでやっております。3ミリでもねバラ作れないことないんですけど、やっぱり小さすぎちゃう、今度は小さすぎちゃって作るのが大変まあね、いろんな兼ね合いでねな感じですかね。見えてる？こんな感じ。よし、このぐらいかな。まず潰して挟んで、ちっちゃいとねこの辺の作業が大変ですので、今回はおすすめできませんけど、一応こう繊細なのができますよということでちょっとやってます。もう私自身バラが好きなので、もうバラは外せないですね。
もう一度バラだけのベランダを作りたいと思って、もうバラをもう毎年毎年すごく買って、あの、まあ、バラメインにアーチなんかも作ったりね、ポールでねこうやったりとかいろいろしたんですけど、バラってね、結構大変で、うどんこ病も大変だったけど、何ってね、コガネムシがね、すごくコガネムシの被害をすごく受けて、ある時から急になんか成長が止まったななんて思うと、もうみるみる枯れてって、で、気がついた時には、ちょっとまだ、いけないいけない。引っかかりますね。気がついた時には根っこが全部食い荒らされちゃってたっていうのが結構あって、今でもコガネムシとの戦い、うん、動画で紹介した時のね、バラももう枯れちゃってますね。なんかすごくコガネムシが飛んできて、よくね、ベランダに落ちてますね、コガネムシが。はい。いろんなものを食害されるの、根っこがね、やられちゃうから、なかなか気がつかないんですよね。かといって、きゅうりとかね、農薬とかあんまり負けるもんじゃないから、駆除が、大変です。気づけばね、掘り返して取るんですけど、よいしょ。いいかな。はい。またなぎ倒してくなぎ倒してくねはい、それではこの紙の注意点なんですけど、こちらとこちらと見え方が違う。片方の方がね、どうしても白っぽくなるんですね。こっちが白っぽくなってる方で、こっちが綺麗に色がついてる方で、並べてみるとどうやってやるかな。どうしようかな。なんか紙の上に置いたらいい？どうしたら写真のこれがいいかな。これでわかる？わかりにくいかな。わかんないかな。こちらの方が綺麗に見える方で、こちらの方が白く見える方。こうなっちゃうので、必ずね、こういう風にね、同じ色に見える方に組み上げなきゃいけなくて、これがすごく注意点ですね。なぜかわからないけど、片方が色がついてて、片方が白く見えるようになってて、これちょっと画像を通してではなかなかわからないと思うんですけど、実物に目で見ると明らかに色が違うんですよ。こっちですね。そう。で、あとはつなぎ目ですね。つなぎ目をなるべくこんな感じですかね。つなぎ目を隠すように。どう説明したらよいかな。もうやってみればわかるとしか言えないかな。ちょっと色が黒いものの上にのせたらいいのかな。黒い紙あるかな。黒はなかなかあんまり使わない色だから、紙を作ってみようかな。黒じゃなくて緑にします。ちょっとでかすぎるんですけど、これの上に乗っけてみる？わからないかな。これではっきりする？わかります？これで。こっちが色が濃い方、濃い方っていうのかな。こっちが白く見える方。わかりますね、これ。これをひっくり返すと、こういうことです。ね、明らかに色が違うでしょ？だから組み立てる時もこれ気をつけてくださいね。こんな風にね、色がね、なぜか同じ私が切っているのに、片方が白くなって片方が色がこういう風になるんですよ。紙がね。だからこれデザインペーパー、これトレーシングペーパーですけど何回も言い直してますけど、これ気をつけてくださいね。こういうことです。これを
こっち側とこっち側と色を組んでしまうとやっぱり微妙なところでねこういう違いが出てくるので、これを気をつけてください。こっち側に貼る時もねこっち側にするようにね。せっかくこう綺麗に作ってもこっち側で貼ってしまったらねなんか色が薄いから台無しっていうほどの失敗じゃないけど、これ気をつけてみてください。これ同じ半分で切って作りましたけど、やっぱり作る時の巻き具合によってねこうやってちょっとね変えてあげたりとかしてね形がちょっと変わりますけど、こんな感じですね。はい、今日はこれ4ミリで作ってみました。4ミリと 1.5 ミリで、ちなみにこれが3ミリで作るとここね差し込んで切り込んでもやっぱりなんか当たっちゃってこういう風にねなんとなくねおかしくなるのなんとなくこう葉っぱがねもう少しこう入ってもらいたいのがなんかちょっとね取ってつけたようになるので、それで幅を 1.5 ミリにして、そのままピョってこう少し隠れるようになってくれたらいいかなという工夫でした。はい。では今日はこんな感じでね、これ違うねこれ違う、やっぱり違うね。こんな感じになるように小さなクイリングの作品じゃないこれ色紙にね貼るようにこう厚みが出ないようにしたもの。そうですね、こういう風な厚みが出ちゃうからね、こんな風に大きくならないように見えない見えない。さっきの紙でいこう。これ小さく切っておくといいね。これ5ミリですね。5ミリで作ったものとの違い、今作ったやつ5ミリで作ったものとの違い、これちょっとバランスが悪くなってますけど、こんな感じにね少しぴったり収まる感じになるので4ミリですね。4ミリで作ってみました。これでね使いやすくなるかなと思います。あんまり飛び出ないのでね。はい、では今日はこの辺で、ちょっと早いですけど最後までご視聴ありがとうございました。作品の感想とかコメントで書いていただけるとなんかちょっと嬉しいかなと思います。ではまたね。ありがとうございました。これか。